こんにちは。さて、今日皆さんと一緒に見ていきたいのは、僕たちの日常にもう当たり前のように溶け込んでいる自動販売機です。街の角に静かに立ってるあの四角い箱。でもちょっと考えてみてください。もしあれがただの箱じゃなかったら、都市の未来そのものを変えてしまうほどのとんでもないポテンシャルを秘めているとしたら、今日はこの一番身近な存在が今まさに遂げようとしている驚くべき進化の物語、その技術の革新から未来の都市での役割まで徹底的に解き明かしていこうと思います。じゃあまず皆さんにちょっと考えてみてほしいんですけど、このスライドどうでしょう。これって本当にただ飲み物を売るためだけの箱なんでしょうか。コインを入れてボタンを押すっていう誰もが知ってるあのシンプルな機能の裏側で、実はですね、僕たちの想像をはるかに超えるとてつもない革命が今まさに進行中なんです。そう、もうね、結論から言っちゃいましょうか。自動販売機はもはや単なる無人のお店じゃないんです。今回の話の肝はここです。自販機が単に物を売るだけじゃなくて、いざという災害の時にはライフラインになって、普段は街のデータを集めるセンサーにもなる、そんな都市のインフラとして機能する自律的な都市ユニットへと、その存在自体が再定義されつつあるっていうことなんです。 OK、 ではこの大きな変化、いわゆるパラダイムシフトをもっと詳しく見ていきましょう。最初のセクションは再創造されるマシン。僕たちが知ってるあの自販機が今とんでもない変貌を遂げようとしてるんです。一体全体何が起きてるのか、まずはその全体像から掴んでいきましょう。まず今の日本のスケール感から。2024年の末時点で日本にはおよそ391万台の自動販売機があります。すごい数ですよね。この数、実はピークの時から見るとちょっとずつ減ってはいるんですけど、これは決して衰退を意味しているわけじゃないんです。むしろ逆で、エネルギー効率の悪い古い機械をなくして、キャッシュレスとか多機能に対応したもっと付加価値の高い新しい機械に入れ替えるっていうスクラップ&ビルドがものすごい勢いで進んでいる証拠なんですね。まさに質の転換期に入っているわけです。このスライドがまさにその変化をズバリと示してるんですよね。左側、昔の考え方では自販機は便利な無人店舗、それだけでした。でも右側、今の新しいパラダイムでは人手不足を解決したり、環境への負荷を下げたり、そして新しい体験を生み出したりする都市の決越点、つまり都市のいろんな機能が交差するすごく重要なポイントへと進化してるんです。じゃあ具体的にはどう変わってきてるんでしょうかね。次のセクションでは自販機がもはや単に物を売るんじゃなくて、記憶に残る体験そのものを売る装置になってるっていう、その面白い現状を見ていきましょう。このスライドに並んでる例、いやー本当に面白いですよね。例えば生ざくりオレンジジュースの自販機。あれはジュースそのものだけじゃなくて、目の前でオレンジが丸ごとウィーンって作られていく、そのプロセス自体がエンタメになってるわけです。ショートケーキ缶なんてまさにそう。缶の中にケーキが美しく詰められたあの断面っていうビジュアルがもう SNS でシェアされる前提で作られてる。買った体験がそのまま発信したくなるコンテンツになるわけです。さらには結婚指輪みたいに衝動的に欲しいけどお店で対面で買うのはちょっとっていうニーズに応えるものから、昆虫食みたいなもう好奇心とかエンタメ性はくすぐりまくるものまで、何を売るかっていう発想のレベルが全然違ってきてるんですよね。じゃあこの動きって日本だけなんでしょうか。ちょっと世界に目を向けてみましょう。この表でまず驚くのが市場規模。日本の約7億ドルに対してアメリカはなんと約150億ドル。いやこれ桁が2つも違うんですよ。これはアメリカではオフィスの隅とかにスナックや軽食をずらっと並べた無人コンビニみたいなマイクロマーケットっていう形態が爆発的に増えてるからなんです。ただ面白いのは今後の成長率予測 CAGR、 つまり年平均成長率を見ると日本がアメリカを上回ってる。これは日本が飲み物だけじゃなくてもっと付加価値の高い食品販売なんかに多化していくって期待されている証拠なんですね。この棒グラフを見るとその市場規模の違いが一目瞭然ですよね。もう圧倒的な差です。これはやっぱり消費の習慣とか国の広さの違いが反映されてるんですね。日本は狭い土地に高密度で設置されて、しかも温かい飲み物と冷たい飲み物を1台で同時に提供するっていう世界でも他に例を見ない独自の進化を遂げてきました。一方でアメリカは広大な土地を背景に無人店舗としての役割をどんどん拡大させてるというわけです。さあここからはちょっとギアを上げて技術の深い話に入っていきましょうか。
シンプルな箱を動かしている驚くべきエンジニアリングの世界にダイブします。特に日本の省エネ技術は本当に世界に誇れるトップクラスのものなんですよ。これが日本の自販機技術の真骨頂、ヒートポンプ方式です。仕組みをちょっと詳しく解説しますね。まず、飲み物を冷やすときって、冷却ユニットの周りから熱を奪いますよね。この奪った熱、つまり排熱は、昔は単純に気体の外にポイって捨てられてたんです。で、温かい飲み物はまた別のヒーターで一生懸命温めてた。つまり、冷やすのと温めるので二重にエネルギーを使ってたわけです。でもヒートポンプは違います。この捨てるはずだった熱を冷媒っていうもので回収して、コンプレッサーでギュッと圧縮して、さらに熱々にした上で温かい飲み物を温める熱源として再利用するんです。この完璧な熱の循環システムのおかげで、消費電力を最大で半分近くまで減らせる。いやー、まさに天才的な発想ですよね。そしてもっと未来の技術にも目を向けてみましょう。 4D プリンティングって言葉聞いたことありますか？これは立体物を作る 3D プリンティングに時間っていう4つ目の次元を足した考え方です。つまりプリントアウトされたものが熱とか水分とか外からの刺激によってあらかじめプログラムされた通りに自ら形を変えていくっていう技術なんです。これを自販機に応用したらどんな未来が待ってるか。例えば工場からぺったんこの板の状態で運んできて、設置場所で水をかけたらムクムクっと自動的に箱の形に組み上がる自己組み立て筐体。これなら物流コストも CO2 も劇的に減らせますよね。さらに電気を一切使わずに、夏の暑さで素材自体が変形して風通しを良くして、冬の寒さでキュッと閉じるみたいな環境適応型の外壁だって可能になるかもしれません。機械が自家環境に最適化していくわけです。エンジニアリングの話もすごかったですけど、ここからはもっとぶっ飛んだ未来の話をしますよ。ロボティクスとかアートとか、全然違う領域と自販機がくっついたらどうなるかっていう少し先の未来です。自販機の運用で一番大変なのってやっぱり人の手による商品の補充作業なんです。ここにスワームロボティクス、つまり群れのロボット技術を応用する研究が進んでいます。これはアリやハチの群れみたいにたくさんの小さなロボットがお互いに連携しながら倉庫からそれぞれの自販機へ商品を自律的に運んで補充までしちゃうっていうシステムです。1台の大きなトラックがドンと来るんじゃなくて、必要な時に必要な分だけロボットの群れが街を静かに、そして賢く移動する、そんな未来の物流ネットワークが生まれるかもしれないんです。次は僕たちと機械との接点、インターフェースの革命です。フェロフルイドっていう磁石を近づけるとトゲトゲになったりする不思議な黒い液体がありますよね。あれを使えばもうただの四角い液晶画面とはわけが違います。音楽に合わせて液体がまるで生き物みたいに踊ったり、人の動きに反応して有機的な模様を描き出したりする動くアート作品みたいな自販機が実現できるんです。これはもう広告というより街角のインスタレーションアートですよね。目で見て耳で聞いて、その次は鼻、嗅覚です。オルファクトリーアート、つまり香りをメディアとして扱う芸術とかマーケティングが注目されてますけど、これが自販機と結びつきます。例えば AI がカメラであなたの表情を読み取って、今の気分にはこの香りがいいですよってその場で調合してくれたり、コーヒーの自販機の周りだけいつも引き立てみたいな良い香りを漂わせたり、そんな香りを売ったり、香りで空間を演出したりする自販機が登場するのもそう遠い未来じゃないかもしれません。さて、いよいよ最終セクションです。これまで話してきた技術やアイデアを全部まとめて、自販機がスマートシティの中で生きている一部、つまり都市生命体になるっていう究極の未来像を見ていきましょう。このスライドが今日話してきた進化のすべてを要約してますね。かつてそれは商品を売るだけの生態的な箱でした。でも今それは体験を売り、データを集め、そして都市のインフラそのものを提供する動的なプラットフォームへと、その本質をガラリと変えつつあるんです。そしてそのプラットフォームが担うかもしれない究極の役割がこれです。現代社会はもう爆発的に増え続けるデータをどうやって保存するんだっていうとてつもなく大きな課題にぶち当たっています。2025年には175ゼタバイト、もう僕たちの想像なんて軽く超えちゃうような天文学的なデータ量です。今あるデータセンターは物理的にも使うエネルギー的にももう限界が近い。
この巨大な問題をあの街角の箱が解決するかもしれないんです。その鍵を握るのが DNA データストレージです。これはコンピューターの0と1の情報を DNA を構成する4つの塩基 A、T、C、G の並びに置き換えて保存するっていうとんでもない技術です。その密度がもう驚異的で、理論上は角砂糖たった1つ分の DNA に人類がこれまで生み出してきた全データを保存できるとまで言われてるんです。しかも何千年もの間安定して保存できる。この技術を載せた自販機が街のあちこちに分散されたデータバンクとして機能する、そんな未来が考えられてるんですよ。これが僕たちがたどり着いた最終的な姿です。災害が起きた時には電源を確保して飲み物を提供するライフラインとして、普段は大気汚染とか騒音を測る環境センサーハブとして、そして小さなロボットたちの充電ステーションや中継地点になる地域物流の拠点として、さらには都市の大切なデータを保存する分散型の DNA データバンクとして、もうこれは単なる販売機じゃない、都市に絶対欠かせない自立型都市ユニットの完成です。今日は自動販売機の進化を、その技術の革新から壮大な未来像まで一気に見てきました。最後にこの問いを皆さんに投げかけて終わりにしたいと思います。マシンと生命体の境界線がどんどん曖昧になっていくとき、僕たちの都市、そして僕たちの生活は一体どんな風に変わっていくんでしょうか。その壮大な物語の鍵は意外にもすぐそこにあるあの身近な箱の中に隠されているのかもしれませんね。